皆さんようこそミュージックバーナイトフライデーで、本日からここで日本国内のクラフトビールのぜひ押さえてほしい銘柄について教えていきたいと思います。第1回、やっぱりこちらでございます。宇宙ブリューイング、ご存知でしょうか。2018年にできた、比較的新しめなブリュワリーになります。もうできてすぐ皆さんのですね、心をつかみまくったブリュワリーさんでもありまして、一体どういうものを作っているのかっていうところについてちょっと話していければなと思います。宇宙さんがもう定番のど人気で、2018年にできた頃からもう人気殺到してて、もう全然作ってる量も少ないということもあって手に入らない激レアビールとしての評判というのは未だに続いていて、もう超大人気。公式のオンラインショップで買うっていうのが、19時発売で19時0分23秒の時点で全部売り切れてしまうみたいなこととかがもう昔からも今でもあります。で、ゆっくりとりあえず並べてからジャケットのデザインもですね、感応しながら見ていければなと思います。というわけですね、いろんなですね面白いパッケージですね。このベイリーが実際イラストとして入っているものもあれば、このようなですねモダンなデザインになっているようなラベルもあれば、アトムというですね宇宙をテーマにしたものがですね感じられるものもあって、マースもそうですね。で、イシスっていうですねエジプト神話の神様の名前を使ったりですとか、スモみたいな日本の文化を体現しているようなものになっています。そんなわけで IPA から始めていきたいと思います。では実際に注いでいきましょう。今日もいい音。やっぱりいい具合に濁ってますね。飲んでいきたいと思います。ホップ特有の苦みもあって、もう程よいアルコール感もありで、少しやっぱりホップの使い方がトロピカルフルーツを思わせるようなところもあり、麦芽、大津麦、ホップしか使われてなくて、その甘さっていうところが大津麦から出てると思うんですけれども、それ以外のところのフルーティーさですとか華やかな香りですとかっていうのはもうそのホップの使い方だけでこれだけの味の変化が出てきます。めちゃくちゃ濁ってますね。やっぱり5、6バッチ目ぐらいのものになるんですけども、この華やかさもあり、濁っていることによるボージーな感じですとか、もう香りはとにかくトロピカルフルーツ系で、やっぱり見た目の通り 7% ほどございます。で、宇宙さんといえばですね、缶の裏側に入ってるような文章が毎回面白くて、5次元フルーツを探す若者に人気の宇宙道を極める猛者たちのための5次元道場、こういった5次元フルーツだとか宇宙がどうこうとかってめちゃめちゃ面白いメッセージがビールの種類ごとに全く違うものが書かれたりしているので、実際に買う機会があれば読んでみてください。では次のビールは何でしょう。クワークスムージーサワーエールになります。では実際に飲んでいきたいと思います。濃厚な赤色。そして見てください。このフルーツの泡が少しずつ上に上がってる感じ。スムージーサワーエールというものになっていて、スムージーっていうのはフルーツをドバドバ入れてドロドロっとした感じにしてるということと、でサワーエールというのは酸っぱさが目立つラズベリーと麦芽、ブラックベリー、アガベシロップ、レモン、バニラビーンズ、もちろんホップも入ってます。では実際に飲んでいきたいと思います。乾杯。やっぱりもう香りからしてこのラズベリーのこの濃厚な香りがめちゃくちゃ際立ちます。このビールを作ってるブリュワーさんとお会いするときにですね、このようなスタイルのビールやっぱりいくつか作ってるんですけれども、実際にその人が言ってるのがすごい好きな表現の仕方で、ドロドロスーパーマ、ドロドロスーパーマ、ドロドロスーパーマ、もうとにかく濃厚な
濃厚なスムージージュース。アルコールどこ行ったんだろう。でもこれは 6% ちゃんと入っています。素晴らしい。最初飲んだ国産のスムージーサワーっていうのがこの宇宙になるんですけれども、私から言わせれば原点にして頂点でございます。で、こちらもですね、例のごとく後ろ側のところにですね、文章が入っていて、ビッグバンによって宇宙に初めての物質が誕生した。宇宙も星も私たちもそれでできている。君が宇宙だ。で、これがですね、君が宇宙だっていうフレーズが、ブリュワーさんとかですね、これビールを作ってる人たちと一緒に乾杯するときに使うような掛け声になってますし、こう、君が宇宙だみたいな感じで言いますね、みんなで。せーの、君が宇宙だイシスサワー IPA、 こちらでございます。麦芽、ラズベリー、オーツ、麦、ホップ、ライム、もちろん乳糖、糖類その他入ってるんですけれども、先ほどと比べてそうですね、フルーツに関してはラズベリーとライムだけになってるので比較的シンプル。これは一体どのような味わいになるかっていうところを見ていきたいと思います。というわけで、海鮮といきましょう。いいですね。ピンク色がものすごく綺麗。画面の向こう側の皆さんにも。はい、どうぞ。麦芽とかホップとかしか使ってないものと比べて、オレンジ色、黄色っていうよりかは、ラズベリーが入ってることによるかな。ピンクよりの赤ですかね。をいただきたいと思います。もう香りはもうライムかな。なんかベリーっぽさもありつつ、どちらかというとライムの方が、目立ってるかなと。では、飲んでみましょう。すっきり。超すっきり。で、さっきまで飲んでたものが、やっぱりスムージーサワーエール。スムージーサワーだけあって、やっぱり先にスムージーがあって、もうドロドロっとしてて、ベリーとか、やっぱり甘さが際立つっていうところに対して、もうこちらやっぱり柔らかい風味に軽やかな味わい。で、酸っぱさ、ほぼしかない。ほんのり甘いけれども、甘いものが好きじゃない人でも飲めるものかなと思います。苦味が少しだけはあるけれども、これはホップの苦味なのかな。苦すぎず濃すぎず。すっきり、スーッと入る感じ。これも大好きです。実は2022年頃に道の駅小淵沢に宇宙産の初めての公式タップルームができました。八ヶ岳のふもと、ガラス張りの建物で10種類もの生ビールが楽しめます。近未来的な雰囲気の屋内席と山の景色が眺められる屋外席、どちらも素晴らしいです。そして待ちに待った東京タップルームも今年虎ノ門ヒルズグラスロックにてオープンしました。直営店のタップでしか飲めないビールもありますし、缶も購入できます。仕事後の一杯にどうでしょうか。次行きましょう。次はスモスムージーサワーエール。今度はリンゴ、麦芽ココナッツクリーム、メープルシロップ、レモン、シナモンとホップが入ってるものですね。いやー、これもまた濃厚そうなもので、では注いでいきたいと思います。はい、もう完璧ですね。良いのではないでしょうか。これでもだいぶ白っぽい黄色、綺麗な香りにもなるでしょう、この色だったら。では例のごとく画面の向こう側の皆さんにもどうぞ。はい、では飲んでまいりましょう。
やっぱ香りがね、バナナが入ってないのにほんのりこうバナナとリンゴのなんかこうスムージーみたいなねこう匂いになっていて、ココナッツクリームのボリューム感とめちゃくちゃ酸っぱくなるな。いきなりメープルの甘みとレモンがすごく際立つ。シナモンが見つからなかったね。でまたして違うデザインになっています。日本文化にまつわるような言葉が入っているようなシリーズになっていまして、で同じタイミングで相撲と、オタクとかお正月のお正だっけなあれはと、歌舞伎とか芸者とかなんかそういった言葉が入っているような単色にこういう真ん中に文字がドカンってこう入っているようなものになっています。酸っぱい、ドロドロもしてる、酸っぱもしてる、甘もしてる、ドロドロ酸っぱ甘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 。素晴らしいスムージーでした。これもしかしたらこのホップ下に向けて普通に入ってると思うんですけれども、宇宙に向かうロケットエンジンから出る噴射をイメージしているのではないかなっていうことに初めて気づきました。さすが5次元フルーツ、さすが宇宙ブリングさん。宇宙ブリングの最後のビールになります。本日ベリー感が足りなかったですね。スムージークリームサワーエールエスパーシェイクでございます。フルーツをドバドバ使ってるようなビールですと、どんどんフルーツが下のところに落ちてしまうというところがあるので、缶を開ける前に逆さまにしておいて、1分間ほど待っておくと良いでしょうというふうに言われています。 A few moments later。 はい、そんなもんでしょうか。では開栓。良い音では参りましょう。いいですね。若干白っぽい赤みのある濁っている色、いいですね。では画面の向こう側の皆さんにも一つとびっきりの一杯どうぞ。ブラックベリー、ラズベリー、ソフトクリーム、アガベシロップ、麦芽、ホップを使ったビールになります。飲んでみたいと思います。もうすごいラズベリー、この甘酸っぱい香りにやっぱりブラックベリーも少し感じる。いやもうラズベリーヨーグルト、もうこれこそヨーグルト。乳酸菌入れるとか乳糖入れるかとかそれ以前の話ですね。アイスクリームが入ってます。濃厚で美味しい。 4.5% ないでしょこれは。でラベルの裏のところも読んでいきたいと思うんですけれども、エスパーシェイクは宇宙をマジカルで進む使命を持っている。実はミスターシェイクシェイクシェイクの親戚であり、協力して地球を救う仲間でもある。不可能はない、全開放だ、絶対冷蔵。このようにですね、世の中にはこんなビールらしくないビールがあるんだなっていうことは伝わりましたでしょうか。マースのような、IPA ど定番、ホッピーでヘイジーで濁りもしっかり入っててアルコール感を楽しみながら飲めるようなビールもあれば、もう本当に酸っぱくてすっきりとしたものもあり、もうヨーグルト飲んでるんじゃないかっていうようなものまであるっていうのが、宇宙の一つの魅力なんじゃないかなと思います。で本当に個人的にはこの今日本に来ているクラフトビールブームっていうところも、宇宙産の登場っていうところも一つの大きな流れを変えるような出来事だったのかなと思います。いわゆるマイクロブリュワリーっていう少量のビールを作ってるような形態で始まったものなんですけれども、もうどんどんそれをスケールアップさせていって、今一つの日本を代表するようなブリュワリーに成長しているっていう、他のブリュワリーにもそういった一つの成功事例っていうところがすごいと思います。本日は宇宙ブリングについて話してみました。いかがでしょうか。でこれがですね第1弾となりまして、これからも
日本を代表するようなクラフトブリュワリーを紹介していこうと思います。ぜひ追ってみてください。そしてもちろん日本に来る海外の人も日本に在住の人も宇宙を飲まれたことがなければ見かけた際にはぜひ。それではまた会いましょう。